こんにちは、デイビッドです。今回の動画ですね、修理事例、WPL の修理事例のご紹介の動画になります。今回お預かりしているのが、こちらの C54 ですね。C54 なんで、おそらくベースは C14 とか24がベースになっていて、で、それを、ボディを交換されているっていうマシンですね。で、今回ご相談いただいている内容なんですけど、ですね、サーボのちょっと動きについてで、坂道をこう登りながらステアリング操作なので、スロットル操作しながらステアリング操作をする、もしくはステアリング操作しながらこう坂道を登らせるっていうことなんで、ステアリング操作をしながらスロットルの操作をするっていうような、動きをさせた時にですね、ちょっと LED がこう点滅したりとか、ちょっとスイッチ入れちゃいますね。こうスイッチを入れるとわかるんですけど、こう LED 電飾がされてますよね。この辺がですね、さっきお伝えしたような動きをさせた時に点滅するような状況になったり、あとはステアリング操作がですね、ちょっとこううまくいかなくなるっていうような、症状があるということでご相談をいただいてます。ちょっと早速動かしてみるんですけど、ですね、ちなみにプロポもターボレーシングのプロポになっているんで、仕様としてはメカも乗せ替えがされてるっていう状態ですね。ちょっと開けちゃいますね。こんな感じで、こうメカ類もですね、乗せ替えられているという感じで、で、そこから電源を取って電飾をされているという感じなんですよね。ちょっと操作してみるんですけど、じゃあまずステアリングを切りながら、これですね、ステアリングを切りながら、スロットル。あれ、症状出ないですね。症状出ないですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとこの台に乗せて。ステアリング切る、スロットル。そうですね。症状が出ないんですが、ちょっと待ってくださいね。はい、すいません。ですね、ちょっとこのマシンのオーナーの方にですね、ちょっと相談してみたんですけど、症状が出なかったっすっていうことでご相談させていただいたんですけど、ちょっと動画自体はぜひ動画にしてほしいなというご希望をいただいていて、ただちょっと症状が出なかったんで、ちょっともうちょっと詳しくは見てみるんですけど、ちょっととりあえず動画を撮ってます。で、多分症状がこのまま出なかったら、せっかくなので、マシン紹介みたいな感じの動画になりそうなんですけど、ちょっともうちょっと詳しく見てみますね。ちょっともう一回電源入れてみて、なんかステアリングを切りながら、坂道、こう登らせた時になるっていうことなんで、多分負荷がかかると症状出ると思うんですよ。じゃあちょっとステアリングを切りながら、ステアリング切る。で、ちょっと意地悪な操作なんですけど、この負荷をかけるためにですね、坂道登ってるか、それ以上の負荷になると思うんで、こうちょっと押さえながら。これ今相当な力で押されてるんですけど。そうですね、症状出ないですね。これ多分今、ほぼマックスぐらい負荷かけて、ちょっと意地悪ですけど、押さえながら、スロットル、押さえながら、ステアリングをいっぱいに切りながら、スロットルを握るっていうのをちょっとやってみたんですけど、それでもちょっと症状が出ないので、なんすかね、これ。あれですかね、なんか、具合悪くなって、お医者さん行くと、そこで治っちゃったみたいなのあるじゃないですか。そういう感じですかね。そうっすね。症状が出ないんで、ただ、ちょっと、症状が出てたっていうのを、実際動画もいただいてるんですよ。で、確かに、ステアリングを切りながら、
操作しようとしているところで、これがこう点滅してですね、ちょっとサーボがうまく動いてないような状況は、あったんで、間違いはない、その症状が出てたのに間違いはないと思うんですけど、ちょっと、可能性ですね、考えられる可能性だけはちょっとお伝えさせていただいておこうかなと。で、ちょっとまた様子見ていただくしかないかなとは思うんですけど、ですね、一応考えられる可能性としては、まずこのコネクター類ですね。このコネクター類が、ちょっと今見た感じ、しっかり刺さってるんで、これはないかなと思うんですけど、このコネクター類が、接触ですね。ちゃんと刺さっているかっていうのと、中のピン、コネクター、アウターのこのソケット部分、これで言うと黒いプラスチックの部分がしっかり刺さっているように見えても、中のピンがちょっと、こう、抜けかかってたりとかっていうのもあったりはするんですけど、パッと見今なさそうですけどね。なさそうですけど、一応こういうような症状の時の、疑わしい部分の一つとしては、コネクター類がちゃんと刺さっているか。受信機はもちろんですけど、それ以外のこういういろんな場所にコネクター使ってる場合は、すべてですね、すべてちゃんと刺さっているかっていうのと、あとはですね、サーボが物理的な限界を超えて動こうとしていないかっていう、正直今回ちょっとこれ怪しい感じなんですけど、ですね、どういうことかっていうと、これ、ステアリング切りますよね。こう切っていった時に、当然このサーボが動いて、こうステアリングが切れるんですけど、ちょっと今回特に、こっちですね。こっちが、これぐらいが物理的な限界なんですよ。なんですけど、もうちょっと切れちゃうんですよ、これ。こうやって。で、ある程度は仕方ないですよ。ある程度は、この WPL の、このサスペンションの機構上ですね。こう、ステアリングを思いっきり切った時に、ちょっとバンプしちゃうんですよ。自ら、こうやって。ただこれがちょっとひどいように見えるんで、こう、思いっきりステアリング切った時に、ちょっと動くんですよ。これはもう、WPL に限らず、このステアリング機構ですね。4リンクサスペンションで、サーボが、このアクセルの上にサーボがマウントされてなくて、シャーシ側にマウントされてるじゃないですか。この方式だとどうしてもこれは起こっちゃうんですけど、こんな感じで。なんか一人で踊ってるみたいになっちゃうんですけど。ただこれがちょっとひどい感じなんで、ですね、今見たところ、このサーボホーンの先端に、一番先端に、このリンクロッドが取り付けられているんで、これもうちょっと控えめにした方がいいかもしれないです。控えめっていうのは、このネジの止める位置を一番先端じゃなくて2番目にするか、あとは、せっかく今回このターボレーシングですね。ターボレーシングのプロポになってるんで、このプロポの場合、エンドポイントアジャストって言って、これですね、このステアリングの EPA ってやつ。EPA の、ST、これがステアリングですね。これで、左右、今 100% になってますけど、これを 90% とか 80% とかに落とせるので、さっき言った、このサーボホーンの穴を1個ずらすか、この EPA の機能、これを使って、切れ角をちょっと減らしてあげるかっていうのをしてあげるのも、改善策、対応策としてはいいかもしれないです。ちょっと今症状出てはいないんですけど、この限界、物理的な限界を超えてサーボを動作させると、そのサーボに電流が集中しちゃうんですよ。もっとくれって言って、そこに電流が流れちゃうんで、結局無理してる状態なんで、サーボがですね、電流要求しちゃうんですよね。で、そっちに持ってかれちゃう。電流を食っちゃうっていうのがあるので、それでもしかすると、これが点滅して、かつサーボがうまく動かないみたいな不具合が出てたのかなっていう、これも可能性の一つって感じですね。あとは、正直単純にですね、走行用バッテリーの残量が少なかったっていう可能性もなくはないです。ただこれは、今回ご相談いただいたときに、満タン充電でもなってましたっていうことなんで、今回は、それはないのかなとは思うんですけど、こういうような症状が出たとき、まずは、バッテリーもですね、やっぱり疑わしいところなので、満タンの充電にして、また動作確認してみるっていうのも重要かなと。はい。というわけで、今回ちょっと、その症状に関しては出なかったんで申し訳ないんですけど、直しようがないというか、そうですね、ちょっと再現しないと対策がちょっと難しいというところがあったんで、一旦このままお返しさせていただいて様子は見ていただくっていう形にはなるんですけど、せっかくなので、皆さんにですね、この方のマシン結構いじられてるんで、こんな風に改造されてる方もいらっしゃいますよっていう参考までにですね、ちょっと簡単にご紹介させていただければと思うんですけど、まず僕はこれすごい好きなのが、このカラーリングですね。この薄い茶色に黒のツートン。これやっぱ、なんていうのかな。もういかにもオフロードマシーンって感じのカラーリングで、めっちゃかっこいいですよね。
で、やっぱり目が引くのはこれですかね。これちょっとうちでお取り扱いあるものではないんですけど、何灯？今ちょっと数えた12灯ですね。ここだけで12個 LED が入ってます。もしかするとこれが12灯もあるからサーボがうまく動かないんじゃないんですかって思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、その可能性は正直かなり低いと思います。まあ LED1 個で 10mA とか 20mA っていうそういう単位なんで、実際ラジコンが走行するのに必要な電流に比べるともう何十個つけててもあんまり関係ないって言っていいぐらい桁が違う少なさなので、多分関係ないと思うんですよ。全くこれすごい明るいんで、もしかしたらちょっとは関係あるかもしれないんですけど、多分今回は関係ないと思います。はい、ちょっとまた話が戻っちゃったんですけど。で、ここもですね、電飾入ってます。フォグランプですね。で、今回これすごいのが、これリアもちゃんとやってあるんですよ。このリアが、これ光ってますよね。ここ結構大変で、僕も1個やったことあるんですけど、ここですよね。ここ、もともと C54 の場合 LED いかにもつけてくださいねっていう、まあステーみたいな穴みたいなのあるんですけど、なので LED を取り付けること自体は簡単なんですが、まあ当然リアなので、ここに電飾したってことは配線をですね、こう取り回しをこう前の方まで持っていかなきゃいけないんですよ。で、ちょっとボンネットの中失礼しますね。こんな感じで、こう、ちょっとこれ見えますかね。もう、ここら辺で配線やられてるんですけど、結構複雑なんですよ。で、ちゃんとここに収まってるんで、これはすごい頑張ってやられてますよね。で、あとこれ、ウィンチもついてます。C54 って、こっちのバンパーですね。C54 の1っていう方の、こっちのごっつい方のバンパーにすると、実は、ウィンチがまあ、ほぼポン付けですね。ほぼポン付けで取り付けることができるんですよね。で、多分これ配線見たところ動くと思うんで、ちょっと失礼しますね。動かしてみますね。そうですね。ちゃんとこれ、ウィンチも動くようになってます。で、このボディのカラーリングだったり、まあ、この電飾関係だったりっていうだけじゃなくてですね、この足回りを見ると、ちゃんとメタルアップグレードパーツに換装されていて、で、2スピードミッションですね。2スピードミッションもついてます。なので、これもちょっと操作、ちょっと失礼しますね。動かしてみますね。こんな感じで。そうですね。ちゃんとこの3チャンネルを使ってシフトチェンジができるようになってます。まあもう、ここまでいじってあると、だいぶ楽しく遊べるだいぶ楽しく遊べるんじゃないですかね。あと、これ、なんすかね、ガチャなんかもうめちゃめちゃ、これのためにあるようなスコップがついてるんですけど、これ僕も欲しいです。どこで手に入るのか。これいいですね。あとこれもいいですね。これ僕やりたいですね。この、ルーフラックに、こうなんかゴムつけて、こういつでも荷物詰めますよみたいな感じになってますね。これいいですね。これ多分あれかな、手芸ショップみたいなちょっと女子の方がお買い物に行くようなありますよね。なんかクラフトショップみたいな、なんかビーズとかたくさん売ってるようなお店。なんかそういうとこに売ってそうですね、これ。今100均とかにもあるのかな。これでこうゴムを多分つけられてると思うんですけど、これいいですね。あと、ここまでいじられてるんで、もう当然のようにって感じなんですけど、ソフトタイヤの中に、ちゃんとホイールウェイトですね、が入ってます。なので、足も多分、だいぶ上がるんじゃないですか。だいぶ上がりますね。あ、これあれですね、多分、ちょっとうちオフィシャルとしてご案内はさせていただいたりはしてないんですけど、ここ上げてありますね、多分。これは多分なっちゃってるんじゃなくて、してあると思うんですけど。このショックアブソーバーのこのロッドのエンドの部分の付け根。ここがちょっと画面で見えづらいかもしれないんですけど、ちょっと緩めてやって、ショックがちょっと長くなるようになってるんですよ。ロッドエンドをこう緩めて、で、緩めるとこう伸びるじゃないですか。多分3ミリとかそれぐらい伸びてると思うんですけど、それで若干車高上がるんですよね、これで。若干車高が上がるのと、ストローク量がこう若干稼げるんで、こうなんか足上げした時にですね、
結構上がるようになるんです、こうやって。おー、いいっすね。だいぶ上がりますね。多分、リバウンドも上がってるんですよ。この、置いた時に、持ち上げようとした時、これがリバウンドって言うんですよ。この、ちょっとこう、ニョキって伸びますよね、足が。これが、いい感じで、ちゃんと、すごいですね。ちゃんといじられてますね。ちょっと今ちょっと触って気になったのが、これ多分、結構、見るから、結構戦ってますよね、これ。結構走らせてると思うんですけど、ショックの動きが若干渋くなっちゃってるかなっていうのを今感じたんで、これ多分、シェルの中、このショックのケースですね。ケースの中開けて、中にバネ入ってるじゃないですか。バネ取っちゃって、で、その中にグリスをちょこっと塗って、この、なんて言うんだろう。ショックの中の壁の内側って感じですね。そこにグリスをちょこっと入れて、で、またスプリング入れて組み直すと、すごいスムーズになるんで、それやっていただくともっと動く範囲が大きくなるわけではないんですけど、この動きがですね、めちゃくちゃスムーズになるんで、それをぜひやっていただくといいんじゃないかなと思いました。はい。というわけで、ちょっと今回ですね、どうしても症状が、ご相談いただいた不具合の症状が出なかったので、結局、後半マシン紹介みたいな感じになっちゃったんですけど、ぜひですね、こういう風にいじってる人もいるんだなっていう参考にしていただきつつ、さっきの不具合については、一応可能性は、こんな可能性ありますよねっていうのでお伝えさせていただいたんで、その辺も少しでも参考にしていただければと思います。はい。ではですね、今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。